こんにちは、ポンズです。今回はトランスフォーマースタジオシリーズより SS90 バンブルビーをカスタムペイントしていこうと思います。今回のテーマは染めるです。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。では始めていきましょう。最初にスタジオシリーズのバンブルビーはカスタムペイントする際塗るのが難しいポイントがありまして、それがどこかというと、この肘の部分をはじめとしたイエローの関節部分、塗れるけど塗膜が剥がれやすいですよね。他にも膝ロール、こちらも同じく塗り分けても削れますし、溶剤が入り込むとクラックの危険性もあります。あとこういうタイヤの裏側のところも塗り分けにくいですよね。そんな塗りにくい、塗っても剥がれやすいところを染めることで解決していこうと思います。まずはバンブルビーを分解していきます。今回も手とドライバーだけで外せる範囲を分解していきます。こんなもんでいいでしょう。分解できたら中性洗剤で余計な油分、指紋をしっかり落としておきます。とその前に忘れてました。バンブルビーのストライプ、塗り分けするときに分かりやすいように筋彫りしてディティールを彫っておきます。後でラインが分かればいいので軽く彫っておきました。これでバンブルビーの準備は OK です。使うのはこれ、樹脂用染料 SDN ネズミ色を使います。これを使えばプラスチックを染めることができるみたいです。僕も初めて使うのでうまくできるか自信はないんですが、挑戦していこうと思います。染色で使うために100均で鍋、計量カップ、ざる、調理用温度計を購入しました。ここで一つ注意事項ですが、絶対に家庭で使用している調理用器具を使ってはいけません。ちゃんと染色用に用意しておきましょう。場所をキッチンに変えまして、いざ染色です。説明書には原液と水を1対20の割合で混合し 5% 溶液を作ると書いてありますので、希釈していきます。今回は水を600とし、原液を30量り鍋に投入していきます。そして着火。この時換気扇も絶対つけておきましょう。なんかすごい匂いがするらしいです。温度計で様子を見ながらだいたい70度くらいまで加熱しました。加熱できたらバンブルビーのパーツを丸ごと鍋に入れていきます。液が跳ねないように天ぷらを揚げるがごとく丁寧に投入していきます。これはもう後戻りできませんね。ではこのまま染まるまで放置。15分くらい経ちましたが、なかなか染まりませんね。液の温度も下がってきましたので再度加熱します。黄色を染めるのは時間がかかるのかもしれません。しっかり染まるまで様子見していたら結局1時間くらい経過してしまいました。抜け漏れなく染色できたように見えるので回収したいと思います。染色したパーツをざるごと引き上げて中性洗剤でよく洗ってあげます。5分くらいで染まるものかと思ってたんですが、長かったですね。再加熱を何度も繰り返したので水位も結構下がってしまいました。もう少し多めに染色液を作っておいた方が良かったかもしれません。さあバンブルビーが染まりました。真っ黒になりましたね。ちょっと長くつけすぎたかな。狙いのグレーではないんですが、これはこれで OK です。どんな感じに染まっているのかというと、まず例の肘関節のパーツ、この通り真っ黒に染まっています。これでもう塗膜剥がれを気にせず腕を動かすことができるはずです。クリアパーツは狙い通りに近いですが、グレーというよりはパープルな感じ。その他染まり具合にムラのあるパーツもありますが、この辺は後で塗装し直すので問題ありません。なかなか染まらなくてどうなることかと思いましたが、ちゃんと染まってくれてほっと一安心。では続いて塗装の工程に入っていこうと思います。まずは前準備、マスキングをしていきます。
細かいところは部分塗装していきますので、ざっくりタイヤ、関節、クリアパーツをマスキングします。こんな感じでマスキングしました。塗装する前に下地がブラックでは綺麗に発色してくれませんので、ホワイトで下地を作り直していきましょう。ガイアノーツさんのアルティメットホワイトを使います。ホワイトの下地が出来上がりましたが、もしかしたら染色したパーツへの塗装は癖があるのかもしれません。綺麗に発色してくれず、かなり色が乗りにくいような感覚がありました。怖いので下地はいつも以上に乾燥させてから作業を進めたいと思います。しっかり乾燥させたところで本塗装に入っていきましょう。今回使うのはエヴァンゲリオンオレンジイエロー。さてさて、うまく発色してくれるでしょうか。いい感じです。綺麗に発色してくれました。このまま塗り進めていきましょう。オレンジイエローをすべて塗り終えました。あとはマスキングにミスがなかったかどうかですね。一旦このまま数時間乾燥させておきます。半日ほど寝かせましたのでマスキングを剥がしていきます。まずはドアパーツ。いいですね。クリアパーツも大丈夫そうです。足のパーツもこの通り。ちょっと内側にオレンジが漏れているところもありますが、ほぼ理想に近い形になりました。このパーツの仕上がりが一番気になるところ。タイヤ周辺も大丈夫そうです。フレームにも漏れがあまりなくうまくいきました。顔もこんな感じです。綺麗なオレンジイエローになってくれました。他のパーツも問題ありませんでしたので、続いて部分塗装に入ります。まずは先ほどの塗装でオレンジがはみ出した部分、ここへ艶消しブラックを重ねていきカバーしていきます。次に外装のオレンジイエローを塗りたいところへ筆塗りでホワイトを塗っていきます。下地作りですね。やっぱり染色したパーツへの塗装は難易度が高いのかもしれません。どういう理由なのか分かりませんが、色をのせると下の SDN 染料がにじんで混ざろうとしてきますね。ホワイトとブルーが混ざったような色になりました。このようになってしまう要因はよくわかりませんが、乾燥してからもう一度ホワイトを重ねようと思います。ホワイトを重ね、こんな感じにしておきました。綺麗なホワイトとは言えませんが、問題なく発色してくれるはずです。ではオレンジイエローを筆塗りしていきます。リターダーマイルドを投入。これで筆塗りしやすくしていきます。多少のはみ出しは気にせず塗っていきます。胸部パーツは細かい塗り分けが楽しいところ。塗るとき息止めてます。足のパーツは面が広いので平筆を使っていきました。オレンジイエローの塗装が完了し、しっかり乾燥すればブラックの部分塗装をしていきます。直線を塗る必要があるところはマスキングしておき、後で修正が効きやすいようにエナメル塗料を使うことにしました。
塗膜の強さという点ではラッカー塗料がおすすめですので、お好みで。リアウィングは筆が入りにくいところだったのでマスキングしておきました。ここはスプレー缶でサクッと塗装していきます。ちょっとしたところを塗りたい時のスプレー缶、気軽で助かりますよね。ブラックを終えたら続いてシルバー。ロボットモードのディティールはチタンシルバーを使っていきます。ビークルモードのディティールはクロームシルバーを使っていきます。ブレーキランプはエナメルのレッドで、肩の造形にもレッドを追加していきます。フェイスパーツも軽く塗り分けておき、瞳の色はスカイブルーを塗っていきます。ここは爪楊枝を使ってちょんと塗料をのせていきました。機体のオートボットのエンブレムはさすがに手書きできないので、レッドでそれっぽい形に書いておきましょう。こんな感じでいかがでしょうか。シボレーのエンブレムはゴールドを使いました。武器もシンプルに塗り分けておきました。銃口は蛍光レッド、蛍光グリーンを使っています。もともとはグレー一色だったので見た目の印象が結構変わりましたね。すみません、つま先の穴がどうしても気になってしまったので、今更ですが埋めていきたいと思います。120番で削った後に600、800と削り整えていきました。削り終えたらオレンジイエローを直接塗っていきます。ブラックも忘れずに。よし、 OK です。部分塗装はこれで終了ですので、あとは軽く墨入れしていきたいと思います。オレンジイエローにはダークブラウンを、それ以外のところへはブラックを使っていきます。そして最後のトップコートの前に重要なステップがまだ残っています。それはバンブルビーのストライプ。今回はブラックで塗装はせず、こちらを使っていきます。カーボンスライドマークです。これでストライプをカーボン調に仕上げてみたいと思います。今回少し曲線のある形へカットするので、切り出したい大きさにマスキングテープをカットし、カーボンデカールへ貼り付け、マスキングテープをガイドにし、デカールをカットしていきました。
貼り方は水転写デカールと同じですが、デカールが大きかったので濡らした指を使ってスライドさせていきました。位置を決めたら綿棒でしっかり水分を抜いていきます。マスキングテープを指定の大きさにカットする方法ですが、このように本体に貼り付けて溝に合わせてナイフを走らせカットしています。このために筋彫りでカット用の溝を作成していました。ルーフはこんな感じになりました。ボンネットも同じ手順です。一応無事にデカール完了しました。大きいデカールをきれいに貼るのは難しいですね。少し気泡が残ってしまいましたが、いい勉強になりました。次はもっとうまくできるようになりたいです。その後、少し塗り忘れや塗装のはみ出しが見つかったので微調整をしておきました。今度こそ最後の工程、光沢トップコートを拭いて塗装を保護していきます。乾燥までしばしお待ちください。あれから丸3日ほどしっかり乾燥させておきました。これで染色、塗装、デカール、トップコートの作業が終了になります。それでは組み上げた姿をご覧いただこうと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。まずはビークルモードからどうぞ。SS90 バンブルビービークルモードカスタムペイントバージョンです。成型色のイエローから光沢のあるオレンジイエローへ。トップコートする際、タイヤはマスキングしていたので艶消しの状態。ホイールにクロムシルバーを採用したのも正解でした。クリアパーツは染色しているためスモーク風になり、車体内部が透けないようになっています。全体をアップで見ていきましょう。まずはフロント周り、このような塗り分けにしています。サイドにあるレッドのラインとオートボットのマークも塗り分けています。リア周りの塗り分けです。ここの部分、稼働する際にどうしても擦れてしまい塗装が削れています。反対側も少し傷があります。今回のカスタムペイントでどうしても回避できなかったところです。ストライプに関してはカーボンデカールがいいアクセントになってくれています。トップコートを何回かに分けて拭いておきましたので、剥がれる心配もないと思います。冒頭でお話ししていたタイヤ周辺の塗装しにくいポイントですが、この通りしっかり染まっています。裏面はこのようになっています。ビークルモードいかがでしたでしょうか。続いてロボットモードをご覧いただきます。バンブルビーロボットモードです。オレンジイエローとブラックのコントラストが特徴的です。フレームをすべて染色しているおかげでシルエットが引き締まって見えますね。全体をアップで見ていきましょう。襟元のディティールはオレンジイエローで塗装するだけでなく、カーボンデカールを細切りしたものを貼ってディティールアップしています。胸部から腹部にかけてはこのような塗り分けになっています。次に腕部、
今回のコンセプトでもあった関節部分を確認してみましょう。稼働させても染めているので黒が剥がれることもありません。型も問題なく稼働します。これは成功です。背面のパーツは本来イエローの成型色ですが、染色しているためブラックになっています。太ももはオレンジイエローを追加。脚部はこのような仕上がりになっています。腕周りよりも色分けが細かい分、情報量が増えていいですね。内側は染色しているためブラック一色になっています。可動部分を避けながら綺麗に塗るのが難しいパーツですが、染色するとムラなく簡単に色付けできるためかなり便利ですね。膝の関節はどうでしょうか。しっかり染まっています。膝を曲げても成型色のイエローは見えません。こちらも成功です。背中はこんな感じ。ドアパーツの内側も塗り分けています。武器のカノン砲を取り付けましたので、最後にアクションポーズを取らせていきましょう。ということで SS90 バンブルビーのカスタムペイントをご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。 SDN を活用することでカスタムペイントの幅が広がるとは思いましたが、塗装との相性という点では不安というか疑問が残りましたので、他のアイテムでも今後試していきたいと思います。もし知識をお持ちの方がいらっしゃればアドバイスいただけると嬉しいです。また今回のカスタムペイントが何か皆さんのご参考になれば幸いです。今回の動画を気に入ってくれた方、また次回も見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もお疲れ様でした。